すする TV。 ずるずる。どうもすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、今年オープン期待の煮干しラーメンの新店来ちゃいましたということで、こちらのお店です。ドン。東急線自由が丘駅から徒歩5分くらいのところにありますダッツラーメン夢に出てきた中華そばさんにお邪魔してます。こちらダッツラーメン夢に出てきた中華そばさん、今年の7月オープンということで、まだまだ新しい新進気鋭のお店ですね。この東急線沿いのね自由が丘駅とかラーメン屋さんがねあんまりない地帯ではあるんですけれども、そんな自由が丘駅近くにね煮干しラーメンのゴールデンルーキー爆誕ということで、今回すするの非常に楽しみにして早速向かっていきましょう。さあというわけで、自由が丘駅におりまして、本日行きますのがダッツラーメン夢に出てきた中華そばというお店ですね。こちらのお店ですね、旗の台駅の近くにあったニボニボチーノっていうお店の2号店に当たるお店で、ニボニボチーノさんはね、王子駅あります自家製麺伊藤っていう、もう東京の煮干しラーメンのめちゃくちゃ名店の方の出身で、伊藤さんをねしっかりと継承しつつも、さらにこう素材にねめちゃくちゃこだわった超うまい煮干しラーメンをね提供してるお店なんですけども、そんなニボニボチーノの店主さんがね満を持して2号店を出されたということで、この店舗の場所がね、若干ちょっといわくつきってわけじゃないんだけどね、ちょっと前入ってたお店が、中華そば堀川さんというお店で、ちょっと休業から閉店になってしまったんですけど、堀川さんとねこの夢に出てきた中華そばニボニボチーノの店主さん全く関係ないんでね、そこはもうご了承いただいて、でもこの夢に出てきた中華そばっていうね店名はなかなかちょっとこう個人的に熱いものがあるというか、一条流頑固ラーメン総本家のね家元と呼ばれる一条康之さんがね、今まで本当にいろんなラーメンを作ってきたけれども、やっぱ夢に出てきたラーメンを超えるラーメンはないねみたいな、ラーメンが一番美味しかったって言ってたのをすごい覚えてます。なんか、歩いてるだけでもう汗だくなんだけど、というわけで夢に出てきた中華そばさん到着しました。やっぱねオープン直後、直後ってことでもないけど、オープンしてまだそんな時間経ってないっていうこともあって、結構人気でね売り切れも早いみたいなんでね、訪問するっていう方はねちょっと営業時間よりも早めに訪問するのがいいかもしれません。早速向かっていきましょう。レッツゴー。さあダッツラーメン夢に出てきた中華そばさん出血です。今回は夢に出てきた中華そばとだし煮物2杯食いを行いたいと思います。店内には水出しルイボスティーが配備されていて、非常にありがたいサービス。さらに店主さんがすするの結婚祝いにとみかんジュースをプレゼントしてくれました。お店で販売もしているので皆さんも味わうことができますよ。夢に出てきた中華そばを作るきっかけとなったいきさつを熟読して、少しほろりとしつつ熱い思いを感じながら待ってるぞ。まず最初にだし煮部が到着。スープと麺、そして玉ねぎに海苔というシンプルなビジュアルで、到着と同時に煮干しの香りが華やかに漂います。それではいただきます。ではまずスープちょめめい。醤油や塩だれなどは一切使用せず、最高級の上質な煮干しの旨味と塩分のみで仕上げたというシンプルなものですが、エッジの効いた煮干しの風味と奥深い旨味、そして鼻から抜けていく煮干しの香りが激烈に良くて激うま。煮干しの身でこれだけ感動的な美味しさを味わえたとなれば、今夜夢に出てくることは確実です。さあお次は麺とご対面。襟を正してよっしゃすする。麺は店主さんの修行先である自家製麺伊藤の中細麺で、中まで火が通っていながらパキパキと歯切れの良い食感で、煮干しスープとはこの上ない抜群の相性を誇ります。固めとはまた違ったこの食感は極上秀逸屈指の最高峰で、煮干し好きには必ずビシッとハマりそうな上質な風味も持ち合わせております。トッピングは海苔と刻み玉ねぎのみですが、煮干しを一身に受けることができるスープには必要最低限なものであり、むしろこの他に余計なものはいらない、それほどまでにうまいスープ。後半は温度変化により徐々に煮干しの旨味が力強くなったり、自家製麺もだんだんとスープを吸ってツルツルと喉越しの良い食感になっていったりと、シンプルだからこそ気づかされる細かい変化や奥深さを楽しみながら、最後はもちろんスープを飲み干しさらっと完食です。では続いて2杯目、夢に出てきた中華そばが到着。なんと朝一で並んだ方やラスト間際にお店に入ってくれた方にはサービスをしているとのことで、すするはこの日のラス客だったのでトッピングをサービスしていただきました。ありがとうございます。ではまずスープを一口。醤油の強めなパンチ、そしてベースとなる煮干しや昆布、地鶏などの旨味が融合した伸びやかなコクがありつつ煮干し感もある、こちらもハイクオリティなスープ。
もっと飲みたいですがローストビーフは熱が通る前に食べた方がいいというアナウンスがあったので、お次にローストビーフをバグリなん A5 ランクの和牛が使用されており、しっとりとした表面に噛めばじゅわっと和牛の旨味、そして脂身の甘さがとろけ広がる。そして興奮冷めやらぬ中、今度は麺をリフトアップして、はいすするドーン。麺はやはり自家製麺伊藤の中細麺で、パキパキとした歯切れの良さはそのままに、パンチのあるスープの持ち上げもよく、こちらにもベースマッチ。ザクッと噛んだ時に広がる風味の良さはレジェンドクラスで、九条ネギを絡めてすすればさらに引き立ち、そして A5 ランク和牛ローストビーフを食らってからすすると、牛の旨味がプラスされてコクが生まれたり、エンターテイナーな一杯。そして忘れてはならない豚チャーシュー。岩中豚というこれまた上級な素材を使用しており、かなりの脂の乗りっぷりですが、キリッと醤油味がついていて、普段は脂身を避けがちになったすするも上質な味わいで飲めるように食らう。かつてポール・マッカートニーが夢の中で流れたメロディーを元に作った曲が、あのビートルズの名曲イエスタデイという逸話もありますが、そんなことをすするはつゆ知らず、目の前に広がる煮干しの海、そしてそこで泳ぐ麺や牛や豚たちを取り留めなく堪能して、最後はその全てに敬意を払い2度目の開演。本日はこれにて完食です。大変美味しくすすれました。どちらもかなりの高レベルな一杯で、高オツはその人の好みとなるでしょう。とにかくうまかった。それではごストレイ。はい、ごちそうさまでした。というわけでダーツラーメン、夢に出てきた中華そば行ってきたんですけども、めちゃくちゃうまかったですね。いやうまかったな。でだし煮棒の方はね、いわゆるそのラーメンに使う返しが入ってないタイプのラーメンなので、まあ先にだし煮棒食べてから夢中行こうと思ったんですけど、普通の煮干しラーメンのお店だったらその醤油だれと煮干しのだしを合わせて、それを煮干しラーメンみたいな感じで出すところが多いですけど、だし煮棒だけでもう全然十分めちゃくちゃ味してて、ほんと上品かつね、しっかりとエッジを効かせた最高級な煮干しの風味、そして自家製麺伊藤さんのね、麺を合わせてだし煮棒でも十分めちゃくちゃうまかったですね。そしてね、本命の夢中の方ですね。夢に出てきた中華そばめちゃくちゃパンチ効いてて、それでいて煮干しのパンチがとにかくすごかったです。もう一発目からガツンと煮干しきつつ、あと昆布とか鶏とかですかね、多分煮干しはとにかくガツンとくるんですけど、その裏にね、こう伸びやかな、すごくグイーンとこう伸びていくような、コクと旨味がね、もうなんかずっとこう口の中と体の中をこうなんか反芻するような感じで、もうさらにね、醤油だれも結構ねキレがあって、キレがありつつもそのスープのコク、そしてこの伸びのいい旨味というんですかね、あっさりしてるように見えてね、とにかくこうパンチのあるラーメンでしたね。じゃラーメン出しからね、A5 ランクの、和牛ローストビーフチャーシューが乗ってたりとか、眼中豚のチャーシューなんてもう油までうまかったですからね。もう最近やっぱ油食えなくなってきてるなみたいな、僕もちょっと年取ってきたんで、なかなかこうだんだん油きついなみたいになってきてるんですけど、いやそれでもなんか体にスルッと入っていく上質な油の旨味、いやもう全てが最高級の味わいと言っていい一杯だったんじゃないでしょうか。いやめちゃくちゃうまかったですね、本当に。じゃあ今度はまた塩オイルそばの方もねすすってみたいと思いましたね。ごちそうさまでした。それではするの公式キャッチフレーズ、ダッツラーメン夢に出てきた中華そばさん、すするの夢にも出てきてほしいわ。夢でもラーメンすすりたいですね。それが僕の夢ですね。どうもチャルトです。のびです。本日もはい中華そば、夢に出てきた中華そば夢に出てきそうですね。これはドリーム。お腹空いちゃうよ。はいこの最初何言うかいつも分かんないごめん、皆様からのコメントにスルティーブ編集でのびでチャルトが返信していくコーナーになっております。はい、皆様コメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。まずはこちら、はい、北の内市たちさん本人からはいいただきました。八夜来た旭川線最高ですということで、おお、なるほど。ありがとうございます。そう最近ね、そう北海道に行ってましたので、その動画ですね。はい、その八夜がなんとはるくんのソウルラーメンという。うわ、そうか、北の内市たちで忘れてたわ。そうなんですよ。北海道じゃん。北の内市たちだもん。北の内市たちだもん。アイコンも見てみこれ。めちゃくちゃ北海道ですからね。うわ、今度ね、ぜひ連れてっていただいてね。北海道ツアー。なんかいつもはこっちが連れていく立場が多いですが、そうですね。今度はちょっとぜひ連れてってもらう編もよろしくお願いします。いいですね。お願いします。そしてこちら、はい、すするの歯って普段どんな服着てるんっていうことで。どういう意味ですか？すするの歯、歯に絹着せた発言してた？言ったかも。歯に絹着せてた？歯に絹着せたかも俺。勝手に着せた歯に絹着せる発言をしてるんだから。よく聞いてくれてますね。でも歯に絹着せる発言で有名なんだから。歯に絹着せようぜ。いやいや、着せちゃダメよ。YouTube は着せちゃダメ。歯に絹着せない発言。早口言葉みたいな。歯に絹着せるか。そしてこちら、
する化粧してんのかってぐらい目しっかりしてて羨ましいってああしてるんですねでもそう歯だけじゃなくねいろいろおしゃれしてますねでももしかしたらね絹着せてるかもしれない絹は着せる目に絹着せる確かにでもまつげ長いからなする目に絹着せた視力みたいな羨ましいです何がやねん